レッスン1、スケジュールの空き状況。明日のために、明日の会議に空きがあるのは確かです。素晴らしい、ジョン。全員に対応できるよう、柔軟にスケジュールを立てることが重要です。絶対に、私たちは誰もが会議に参加し、貢献できるようにしたいと考えています。明日の会議にはいつの選択肢がありますか？午前9時、午後1時、午後3時の3つの時間枠をご利用いただけます。あなたにはどれが最適ですか？私は午後1時スロットの方が好きです。朝の仕事をまとめるのに十分な時間を与えてくれます。いいですね。じゃあ明日の午後1時に会議を予定しよう。パーフェクト。カレンダーにメモしておきます。その会合は対面で行われるのか、それともオンラインで行われるのか。今はリモートで作業しているので、オンラインミーティングを行います。それは私にとってはうまくいきます。オンライン会議は便利で、移動時間も節約できます。確かに、効率的で、物理的な場所に関係なく接続できます。会議に向けて準備すべき特定のトピックや議題はありますか？はい、今後のプロジェクトタイムラインについて話し合い、タスクを割り当てます。わかった。必ずプロジェクトの詳細を確認して、質問があれば準備しておきます。それは素晴らしいよ、アンナ。あなたの意見や洞察は常に貴重です。ありがとう。ジョンチームとのミーティングとコラボレーションを楽しみにしています。同様に、アンナ、目標に向かって一緒に取り組むことは、常に生産的で刺激的です。組織内でのチームワークとサポートに感謝しています。絶対に、力を合わせて互いの強みを生かせば、私たちはより強くなります。それが効果的なコラボレーションの魅力です。力を合わせれば、より多くのことを達成できます。アンナ、これ以上同意できない。明日の会議を成功させて、私たちのプロジェクトを前進させよう。計画みたいだね。ジョン、明日の会議は、我々の共通の目標に一歩近づくことになるだろ同じ考えでいてくれて嬉しいよ。アンナ、明日、生産的でインパクトのある会議を開きましょう。おめでとう。ジョン、一緒に過ごす時間を最大限に活用して、大きな成果を上げましょう。絶対に、アンナ、明日の会議で会いましょレッスン2、文化の違い。文化の違いが私たちの視点をどのように形作っているかを見るのは魅力的です。絶対に、ジョン。それぞれの文化には独自の価値観と世界の見方があります。ある文化では礼儀正しいが、別の文化では失礼とみなされるのは興味深いことです。そうだね、ジョン。身振りや習慣は文化によって大きく異なります。アンナ、興味をそそられる文化的な違いの例を挙げてもらえますか？その一例がパーソナルスペースの概念です。会話中に近くに立つことを好む文化もあれば、距離を重視する文化もあります。それは興味深いね、アンナ。誤解を避けるために、これらの違いに注意することが重要です。間違いない、
ジョン。文化的なニュアンスに気を配ることは、より良いコミュニケーションと敬意を育むのに役立ちます。同感です。オープンマインドと学習意欲を持って文化の違いに取り組むことが不可欠です。絶対に、ジョン。多様性を受け入れることで、世界に対する理解が深まります。アンナ、文化の違いで驚いたことはありますか？はい、ジョン。私が日本に旅行したとき、彼らが礼儀正しさと社会的交流における敬意を重視していることに驚きました。面白い。アナ、訪れる場所の慣習に順応することが重要です。はい、ジョン。現地の慣習や伝統を尊重することは、その文化を鑑賞する方法です。文化の違いを超越する普遍的な価値観はありますか？はい、ジョン。優しさ、誠実さ、思いやりなどの価値観は、文化を超えて評価されることがよくあります。安心だよアンナ。いくつかの価値観が文化的なギャップを埋めることができることを知っておくのは良いことです。絶対に、ジョン。共通点を見つけることは、つながりを築き、理解を深めるのに役立ちます。どうすれば異文化とその視点について自分自身を教育できるでしょうか？一つの方法は、本を読んだり、異文化に関するドキュメンタリーを見たりすることです。ジョン。それは素晴らしい提案です。アンナ、これにより、さまざまな視点への洞察を得ることができます。別の方法は、異なる文化的背景を持つ人々と会話することです。同意します。アナ、経験やアイデアを交換することで、視野を広げることができます。レッスン3、スリリングなマウンテンアドベンチャー。山、スリル満点ですね。アンナさん、最近の山旅で何か刺激的な体験はありましたか？絶対に、ジョン。山には息を飲むような美しさとスリリングな冒険があります。旅で一番印象に残っている瞬間を教えてください。ハイライトの一つは、挑戦的なピークの頂上に到達したことでした。達成感は信じられないほどでした。それは爽快な経験だったに違いありません。あんなに厳しいクライミングをどうやって準備したんですか？持久力と筋力トレーニングを中心に、何週間も前からトレーニングしていました。身体的な準備が不可欠でした。想像できます。山に登るには高いレベルのフィットネスと精神的回復力が必要だ。確かに、精神的な側面も同様に重要です。課題を突き抜け、決意を保つことです。登山中に乗り越えなければならなかった予期せぬ障害はありましたか？はい、山頂近くで突然の吹雪に遭遇しました。トレイルが滑りやすくなり、視界が悪くなりました。それは難しいですね。どうやって嵐の中を乗り切ったの？私たちは登山用具を頼りにトレイル沿いの標識をたどりました。それには特別な注意とチームワークが必要でした。このような状況では、チームワークが不可欠です。お互いを支え合い、気を配ることが重要です。絶対に。
全員の安全を確保するために、チームとして効果的にコミュニケーションをとり、意思決定を行う必要がありました。登山中に不安や疑問を感じたことはありましたか？特に急な崖や予測できない天候に直面したときは、疑問の瞬間がありました。しかし、私は自分の能力を思い出し、集中し続けました。恐れや疑いを克服すること自体が大きな成果です。それは強さと決意を示しています。間違いなく、山は私たちに回復力、忍耐力、そして自己信念についての貴重な教訓を教えてくれます。登山がこんなにスリリングで変革をもたらす体験である理由がわかります。本当にそうだ。ジョンさんには私たちの限界を押し広げ、内なる強さを明らかにする方法があります。アンナ、将来、また山の冒険に行きますか？絶対に。もう次の山岳探検を計画中だ。山の魅力はたまらない。素晴らしい、アナ。あなたの冒険心と挑戦する意欲には感心します。ありがとう。ジョン。人生は精一杯生きるべきもので、山の冒険は旅に爽快さと美しさを添えてくれます。アンナ、これ以上同意できない。もっとスリリングな山の冒険と、それがもたらす教訓をご紹介します。おめでとう、ジョン。これからも山の不思議を探求し、限界に挑戦していきましょう。確かに、アンナ、新しい山の冒険に乗り出し、途中で忘れられない思い出を作りましょレッスン4、試験の不安と短い休憩。試験はストレスになることがある。アンナ、試験の不安にどう対処していますか？自分に合った戦略を見つけることが重要です。私が助けになることの一つは、勉強会中に短い休憩を取ることです。それは面白い。どれくらいの頻度で、どれくらいの時間休憩を取るの？私は大抵45分から1時間おきに短い休憩を取ります。充電して心をリラックスさせるのに5から10分ほどかかります。その休憩時間を最大限に活用するために何をしていますか？リラックスして勉強から気をそらすような活動を心がけています。ストレッチをしたり、音楽を聴いたり、ちょっと散歩に出かけたりするかもしれません。それは心をリフレッシュし、燃え尽き症候群を防ぐ良い方法のように思えます。絶対に。休憩を取ることで集中力を維持でき、疲労がたまるのを防ぐことができます。短い休憩時間を有効活用するためのコツはありますか？一つのヒントは、携帯電話をチェックしたり、ソーシャルメディアに巻き込まれたりしないようにすることです。代わりに、本当にリラックスして若返らせるようなことをしてください。それは素晴らしい点です。休憩中はデバイスに気を取られがちです。もう一つのヒントは、休憩時間にタイマーを設定して、勉強にあまり時間をかけないようにすることです。勉強には時間管理が不可欠です。タイマーを設定するとバランスを保つのに役立ちます。まさに、集中して勉強する時間と、必要な休憩を取ることのバランスを見つけることです。短い休憩を取ることで試験の不安が軽減されると思いますか？はい、それは間違いなく役に立ちます。定期的に休憩を取ることで、圧倒されることが減り、勉強会のコントロールがしやすくなります。
それは嬉しいですね。試験の不安を管理することは、最高の成績を収めるために不可欠です。絶対に。セルフケアを優先し、自分に合った学習ルーチンを作ることが重要です。試験の不安に対処するために使用する他の戦略はありますか？はい、休憩とは別に、心を落ち着かせるために深呼吸のエクササイズやポジティブなセルフトークも練習しています。深呼吸とポジティブなアファメーションは、ストレスを管理するための強力なツールです。彼らは本当にそうです。大切なのはポジティブなマインドセットを育み、自分の能力を信じることです。アンナ、洞察を共有してくれてありがとう。多くの学生がこれらのヒントを参考にしてくれると思います。どういたしまして、これらの戦略によって、他の人にとって勉強や試験の負担が少し軽減されることを願っています。きっと彼らはそうするでしょう。効果的な学習習慣、試験の不安への対処、そして成功の達成についてお伝えします。おめでとう、ジョンを互いに支え合って、自信を持って試験を制覇しましょう。絶対に、アンナ、力を合わせれば、試験の不安を克服し、学業で優れた成果を上げることができます。レッスン後、激しいトレーニングと筋力強化。アンナ、最近激しいトレーニングをしていると聞きました。トレーニングセッション中、どうやって心拍数を上げていますか？高強度のエクササイズをルーチンに取り入れることがすべてなんだ、ジョン。それが私の心拍数を上げ、かなり激しいものにしているのです。やりがいがありますが効果的です。あなたが行っている高強度のエクササイズの例を教えてください。私が大好きなエクササイズの一つはバーピーです。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせた全身運動です。本当に心臓がドキドキします。バーピーは丈夫ですが、複数の筋肉群に作用します。通常、1回のセッションで何回練習しますか？私は10-15バーピーのセットを目指し、その間の休憩間隔は短くします。強度を高く保ち、自分の限界に挑戦し続けてくれます。それは印象的だね、アナ。それらのトレーニングがどれほどやりがいがあり、やりがいのあるものになるか想像できます。間違いなくそうだ、ジョン。激しいトレーニングは私を限界まで押し上げ、肉体的にも精神的にも力をつけるのに役立ちます。筋力についてですが、全体的な筋力をつけるために他にどのようなエクササイズをしていますか？スクワット、デッドリフト、腕立て伏せなどのエクササイズをルーチンに取り入れています。これらの複合運動は複数の筋肉群を対象とし、筋力増強に役立ちます。複合エクササイズは、機能的な強さを高めるのに最適です。進歩を確認するためにどれくらいの頻度でトレーニングしていますか？週に4から5回トレーニングして、セッションの合間に体を休ませて回復するのに十分な時間を与えています。筋肉の成長と怪我の予防には、休息と回復が不可欠です。回復のコツはありますか？絶対に。私は睡眠を優先し、十分な休息をとるようにしています。さらに、筋肉の回復を助けるストレッチやフォームローリングも行っています。これは回復への包括的なアプローチです。激しいトレーニングの後は、体のケアをすることが重要です。間違いない、ジョン。体をケアすることで、私たちは自分自身に挑戦し続け、進歩を遂げることができます。激しいトレーニングや筋力トレーニングから得られるその他の利点に気づきましたか？
絶対に。体力を鍛えることは別として、私はより活力があり、自信があり、人生の他の分野に集中していると感じています。素晴らしい、アナ。運動が私たちの健康のさまざまな面にこれほど良い影響を与えることができるのは驚くべきことです。本当にそうだ。ジョン。運動は体力だけでなく、精神的、感情的な健康にもつながります。皆さんの献身的な努力と激しいトレーニングで達成した結果に刺激を受けています。ありがとう、ジョン。自分自身に挑戦し、やる気を起こさせるエクササイズやルーチンを見つけることがすべてです。確かにあなたのおかげで、私のトレーニングにもっとインテンシティと筋力トレーニングを取り入れるようになりました。それを聞いて嬉しいよ、ジョン。これからも頑張って、激しいトレーニングのメリットを一緒に楽しみましょう。絶対に、アンナ。自分の限界に挑戦し、筋力をつけて、激しいワークアウトの力を取り入れることが大切です。おめでとう、ジョン。これからもフィットネスの旅を通して、心身ともに強くなっていきましょう。確かに、アンナ。これからも偉大さを目指して努力し、他の人たちを鼓舞していきましょう。レッスン6、レンタカーと保険の保証。アンナ、最近レンタカーを借りたと聞きました。そのための保険はかけられましたか？はい、必ずレンタカー会社から保険に加入しました。そういった安心感を持つことが大切です。絶対に。事故は起こる可能性があり、保険に加入することで予期せぬ出費を防ぐことができます。それは本当です。特にレンタカーを運転するときは、準備をして保護した方がいいです。基本保険を選択しましたか？それとも追加の保証オプションを選択しましたか？追加の保証オプションを選択することにしました。もう少し費用がかかるかもしれませんが、保護範囲が広くなります。賢い選択だよ。アンナ。特に不慣れなエリアを運転する予定がある場合は、保証範囲を追加すると便利です。まさに、潜在的な損害や事故の保証があることを確認したかったのです。個人自動車保険でレンタカーがカバーされているかどうかも確認しましたか？はい、やりました。私の個人自動車保険はレンタカーをカバーしていないので、別途加入しなければならないことは分かっていました。それは知っておくと良いことです。多くの人が個人保険でレンタルがカバーされていると思い込んでいますが、必ずしもそうとは限りません。はい、保険会社に確認して、保証オプションを理解することが重要です。レンタカー会社は保険の適用範囲の詳細を説明しましたか？はい、彼らは私に必要な情報をすべて提供し、保証に関する私の質問に答えました。それは素晴らしいです。保険がカバーする内容と制限事項を明確に理解することが不可欠です。絶対に。後で予期しない事態を避けるために、利用規約を知っておくと役立ちます。保険以外に、レンタル会社は追加のサービスや特典を提供しましたか？はい、レンタル期間中に故障や緊急事態が発生した場合に備えて、ロードサイドアシスタンスを提供してくれました。ロードサイドアシスタンスは、特に不慣れな場所にいる場合に、命の恩人になることがあります。
間違いなく。何か問題が発生した場合でも、電話一本で助けが得られることを知っているので、安心できます。レンタカーを借りるときに保証金を払わなければなりませんでしたか？はい、レンタル時に保証金を支払わなければなりませんでした。これはほとんどのレンタカー会社で標準的に行われています。レンタルの予算を立てる際には、保証金を考慮に入れることが重要です。絶対に。これは資金の一時的な保留なので、それに応じて計画を立てることが重要です。アンナ、あなたの経験を共有してくれてありがとう。レンタカーと保険について知っておくと役に立ちます。どういたしまして、ジョン。この情報が将来他の人がレンタカーを借りるときに役立つことを願っています。きっとそうなるでしょう。自家用車でもレンタカーでも、安全で楽しい旅のヒントをご紹介します。おめでとう、ジョン。道路にいるときはいつでも安全と保護を優先しましょう。絶対に、アンナ、安心できるように、常に責任を持って運転し、情報に基づいた決定を下しましょレッスン8、旅行と文化の充実。アンナ、私はいつもあなたの旅行への情熱に感心してきました。世界を見ることは本当に豊かですよね。絶対に、ジョン。旅をすることで、異なる文化を探求し、視野を広げ、心に残る思い出を作ることができます。これ以上は同意できませんでした。新しい場所を訪れるたびに、世界と自分自身について何か新しいことを学んだような気がします。それが旅の魅力です。それは私たちの心を新しい体験に開き、地球の多様性を理解するのに役立ちます。印象に残ったお気に入りの旅行先はありますか？一つだけ選ぶのは難しいですが、日本の京都を訪れたことは私にとって変革の経験だったと言わざるを得ません。京都があなたにとって特別な理由は何ですか？京都には歴史と伝統が染み込んでいます。古代の寺院、美しい庭園、茶道は信じられないほど魅力的でした。それは素晴らしいですね。世界のさまざまな場所に独自の文化財があるのは興味深いことです。絶対に。だから旅行は教育の一形態だと思っています。旅行は本ではできない方法で世界について教えてくれます。アンナ、これ以上同意できない。異文化を直接体験することは本当に没入感があり、啓発的な経験です。また、遠く離れた目的地である必要はありません。自分の国を探検するだけでも同じように豊かになります。そうだね。私たちは時々、自分の裏庭にある美しさと文化の豊かさを見落としてしまうことがあります。だからこそ、できる限り地元の観光スポットや隠れた名所を探検するようにしています。旅行を始めたいけど、どこから始めたらいいかわからない人に何かアドバイスはありますか？小さく始めろ。ジョン。興味のある近くの目的地を選んで、短い旅行を計画してください。旅の世界に足を踏み入れるのに最適な方法です。これは実践的なアプローチです。その最初の一歩を踏み出し、旅行者としての自信をつけることが重要です。まさに、経験を積むにつれて、徐々に遠くてエキゾチックな場所に出かけることができます。旅を通して学んだ最も貴重な教訓は何だと思いますか？
私が学んだ最も貴重な教訓の一つは、適応性と未知のものを受け入れることの重要性です。旅行には確かに柔軟性と馴染みのない状況を乗り切る能力が必要です。確かに、快適ゾーンから抜け出し、基地に富み、自発性の美しさに感謝することを教えてくれます。旅行がいかに多くの人々にとって人生を変える経験になりうるかがわかります。本当にそうだジョン。それは私たちの視野を広げ、共感を育み、様々な職業の人々とのつながりを築きます。そうですね。あなたは確かに私にもっと旅の冒険に乗り出し、そこが提供する豊かな体験を受け入れるように促してくれました。それを聞いて嬉しいよ。ジョン。世界は探検されるのを待っているし、発見し学ぶべきことがたくさんある。旅の楽しさ、文化交流の美しさ、そして旅の途中で生み出される生涯の思い出に、ぜひお越しください。おめでとう、ジョン。近くでも遠くでも、旅を通して探求し、学び、成長し続けましょう。絶対に、アンナ。世界の素晴らしさを受け入れ、私たちの経験によって豊かになり続けましょう。レッスン9、効率的な旅行計画。アンナ、旅行となると、計画が重要だということを学びました。事前にスケジュールを確認し、ルートの計画を立てることが大切です。絶対に、ジョン。よく考えられた旅程を用意しておくと、時間とお金を節約でき、旅行中の不必要なストレスを節約できます。通常、旅行の計画はどのようにしていますか？共有できる戦略はありますか？私が最初にすることの一つは、目的地を調べて、必見のアトラクションとアクティビティのリストを作成することです。それは素晴らしい出発点です。体験したいことや探求したいことを明確に把握しておくと役立ちます。リストを作成したら、その近さと利用可能な時間に基づいてアトラクションに優先順位をつけます。それは理にかなっています。現実的に考えて、それぞれのアクティビティや観光スポットに十分な時間を割くことが大切です。絶対に。慌てて多くの場所を巡って十分に理解しないよりも、いくつかの場所を十分に楽しむ方が良いです。旅行中の移動手段はどうやって決めているんですか？行き先にもよるよ。ジョン。公共交通機関が便利で費用対効果が高い場合もあれば、レンタカーを借りる方が実用的な場合もあります。なるほど。現地の交通機関、アクセシビリティ、アトラクション間の距離などを考慮すると良いでしょ間違いなく。最適な交通手段を選ぶことで、旅行をよりスムーズで楽しいものにすることができます。う。人気の観光スポットで長蛇の列や混雑を避けるコツはありますか？効果的な戦略の一つは、人気のあるサイトを早朝または混雑が少ない日の遅くに訪問することです。それは賢いアプローチです。これにより、急ぎに打ち勝ち、より穏やかな体験ができます。さらに、事前にオンラインでチケットを購入しておくと、長い行列を迂回して時間を節約できます。それは素晴らしいヒントです。アトラクションがオンラインチケットや優先入場オプションを提供しているかどうかは、いつでも確認する価値があります。絶対に。
少し事前に計画を立てておくことは、時間を最大限に活用し、待ち時間を最小限に抑えるのに大いに役立ちます。旅行中の食事の選択肢は、どこで食事をするかはどうやって決めるんですか？事前に郷土料理や人気店を調べておくのが好きです。レビューやおすすめを読むと、本物で美味しい食事場所を見つけるのに役立ちます。それは良い戦略です。地元の料理を試したり、その場所の食文化を体験したりすることは、どんな旅行でも常にハイライトです。間違いないわ。ジョン食事は目的地の文化や伝統を知る窓口です。最後に、効率的に旅行を計画するためのヒントはありますか？重要なヒントの一つは、柔軟に対応し、予期しない発見や計画の変更に備えることです。それは素晴らしい点です。最も記憶に残る経験は、当初の計画から逸脱した時に起こることがあります。まさに、旅の枠組みを作ることは重要ですが、自発性と新しい冒険のための余地を残すことも重要です。さて、アンナ、あなたの洞察とヒントは非常に役に立ちました。今後の旅行に必ず適用します。それを聞いて嬉しいよ。ジョン・これらのヒントがあなたの旅行をより楽しく、ストレスのないものにしてくれることを願っています。アンナ、あなたの知恵を分かち合ってくれてありがとう。効率的な旅行計画と忘れられない冒険をご紹介します。おめでとう。ジョン・これからの旅が素晴らしい経験と大切な思い出でいっぱいになりますように。絶対に、アンナ、新しい場所を探検する喜びを味わい、旅のすべてを最大限に活用しましょレッスン10、リラクゼーションを期待する。アンナ、最近かなり疲れてるよ。あまり何も起こってない。ただリラックスするのを楽しみにしているだけだ。あなたはどう？共感できるよ。ジョン、時々、私たちはみんな、充電して元気を取り戻すために休憩が必要です。また、少しのダウンタイムも楽しみにしています。セルフケアを優先し、リラックスする方法を見つけることが重要です。アンナ、普段どうやってリラックスして充電するの？私のお気に入りのリラックス方法の一つは、良い本を読むことです。これにより、様々な世界に逃げることができ、日常のストレスを忘れることができます。読書は確かにリラックスするのに最適な方法です。心を落ち着かせ、楽しいことに焦点を移すのに役立ちます。絶対に、快適な家を出ることなく、精神的な休暇を取るようなものです。読書以外に、リラックスできるアクティビティはありますか？ヨガや瞑想の練習も楽しんでいます。心の平安を見つけ、心と体の両方に落ち着きをもたらしてくれます。それは素晴らしいですね。心のこもった活動に取り組むことは、ストレスを軽減し、全体的な健康を促進するのに本当に役立ちます。間違いなく、自分の心に響き、喜びと静けさをもたらすアクティビティを見つけることが重要です。アンナ、これ以上同意できない。リラクゼーションの方法は人それぞれです。自分にとって何が最適かを個別に発見することが不可欠です。絶対に、ジョン。それはすべて自己認識と心と体が必要とするものに耳を傾けることです。個人的なリラクゼーションに加えて、友人や愛する人とのレジャー活動の計画について何か考えはありますか？
大切な人と充実した時間を過ごすことは、信じられないほどリラックスして元気を取り戻すこともできます。つながり、心に残る思い出を作るチャンスです。同感です。一緒に散歩に行ったり、ピクニックをしたり、単にお互いと一緒に楽しんだりする場合でも、喜びとリラクゼーションがさらに増します。絶対に、ジョン。社会的なつながりと有意義な関係は、私たちの全体的な幸福にとって不可欠です。さて、アンナ、リラックスして元気を取り戻す時間をお過ごしください。この機会に充電して、喜びをもたらすことをしてください。ありがとう、ジョン。あなたにも同じことを望みます。あなたが求めているリラックスと静けさが見つかりますように。リラクゼーションとセルフケアの力をご紹介します。リラックスして生活のバランスを取る機会を取り入れましょおめでとう、ジョン。私たちが常に幸福を優先し、忙しい生活の中で平和とリラックスの瞬間を見つけられますように。絶対に、アンナ。セルフケアとリラクゼーションが私たちの全体的な幸福と充実感に貢献することを知って、それを優先しましょレッスン11、聖地を冷やす。アンナ、今日はクッキーを焼くのが楽しみだよ。聖地を冷やした？はい、数時間冷やしました。聖地を冷やすことで聖地が引き締まり、風味が増します。それは素晴らしいです。通常、聖地を冷やすと、食感の良いクッキーが出来上がり、焼いている間に聖地が過剰に広がるのを防ぎます。絶対に。また、フレーバーが溶け合い、より美味しい最終製品になります。普段、どれくらいの時間聖地を冷やしますか？レシピにもよりますが、通常は少なくとも1、2時間冷やします。レシピによっては、冷却時間が長くなる場合があります。なるほど。ですから、ベーキングで最高の結果を得るには、忍耐が鍵となります。間違いない、ジョン。特にベーキングに関しては、待っている人には良いことが起こります。クッキー以外に、冷やすことで恩恵を受ける他の種類の聖地はありますか？はい、冷やすことで恩恵を受ける聖地はたくさんあります。例えば、パイ聖地は、聖地を伸ばす前に冷やすとフレーク状になります。それは知っておくと良いことです。最適な仕上がりを得るには、聖地を冷やすのが一般的な焼き方のようです。絶対に。これは簡単な手順で、焼き菓子の全体的な品質に大きな違いをもたらす可能性があります。クッキーを試食するのが楽しみです。聖地を冷やすと、歯ごたえがありながら柔らかい食感のクッキーになることが多い。きっと美味しくなるよ、ジョン。冷えた聖地はクッキーの形を保つのに役立ち、食べ応えがあります。アンナ、あなたのヒントに感謝します。ベーキングのスキルを高めるちょっとしたコツを学ぶことはいつでも役に立ちます。自分の知識を共有できて嬉しいよ。ジョン・ベーキングは創造性を表現し、他の人に喜びをもたらす素晴らしい方法です。確かに、アンナ、焼きたての香りとそれがもたらす喜びは本当に特別です。ベーキングはセルフケアの一形態であり、周りの人に愛を示す方法でもあります。さて、アンナ、聖地を冷やすことについてのアドバイスありがとうございます。早速クッキーを焼いてみましょう。絶対に、ジョン。
このプロセスを楽しんで、ベーキングアドベンチャーの甘いご褒美を味わいましょう。ベーキングのコツとキッチンで起こる魔法をご紹介します。私たちのクッキーが美味しいものになりますように。おめでとう、ジョン。私たちの焼き菓子が、私たちの心とそれを楽しむ人々に笑顔と温かさをもたらしますように。絶対に、アンナ、焼く喜びを味わって、一緒に美味しい思い出を作りましょう。教訓12、業界の動向を常に把握する。アンナ、どうやって業界のトレンドについていけるかずっと考えてたんだ。何か提案はありますか？絶対に、ジョン。素晴らしい方法の一つは、私たちの分野に関連する会議に出席することです。彼らは貴重な洞察と人脈作りの機会を提供します。いい考えだね。アナ、カンファレンスには業界の専門家が集まり、最新の動向について学ぶためのプラットフォームを提供します。確かに、ジョン。新しい知識を得て、新しいトレンドを発見し、志を同じくする専門家とつながる機会です。カンファレンス以外に、業界の動向を常に把握する方法はありますか？間違いなく、業界の出版物、ブログ、ニュースレターを読むことも効果的な方法です。定期的に更新と分析を行います。同感です。常に最新情報を入手し、業界で起こっている変化を認識することが重要です。絶対に、ジョン。継続的に学習し、業界のトレンドを常に把握することは、競争力と適応力を維持するのに役立ちます。参考になる特定のリソースや出版物はありますか？はい、最新のトレンドや洞察を網羅した評判の良い業界雑誌やオンラインプラットフォームがいくつかあります。いくつかの推奨事項を皆さんと共有できます。それは素晴らしいよ、アンナ。参照できるリソースのリストを用意しておくと、いつでも役に立ちます。必ずリストを作っておくよ、ジョン。このリストには、業界内の様々な関心や分野に対応するための様々な情報源が含まれます。アンナ、あなたの努力に感謝します。信頼できる最新の情報にアクセスできることは、職業上の成長にとって不可欠です。これ以上同意できないわ、ジョン。時間と労力をかけて、業界の最新情報を入手し、進化させることが重要です。会議への参加や読書以外に、他に採用できる戦略はありますか？業界に関連するオンラインフォーラムやコミュニティに参加することも有益です。それらは議論と知識共有のためのプラットフォームを提供します。それは素晴らしい点です。アナ、同業他社との交流やアイデアの交換は、貴重な洞察や新しい視点につながります。絶対に、ジョン。コラボレーションとネットワーキングは、つながりを保ち、最新情報を入手する上で重要な役割を果たします。さて、アンナ、あなたの提案に感謝します。業界のトレンドを常に把握し、専門能力の開発を続けるために意識的に努力しましょう。間違いない、ジョン。常に情報を入手し、生涯学習を取り入れることで、私たちはキャリアの中で成功し、業界に有意義な貢献をすることができまう。す。知識の追求と、業界のトレンドの一歩先を行くための取り組みについてお話しします。私たちが常に革新と進歩の最前線に立つことができますように。おめでとう、ジョン。私たちのキャリアの中で、学び、
成長し、ポジティブな影響を与える機会を活用しましょう。絶対に、アンナ。この業界の絶え間なく進化する状況を乗り切る際には、好奇心と適応力、そしてオープンマインドを持ち続けましょレッスン13、明確な天気予報。予報を確認したかい、アンナ。今日の天気はどうなっているの？予報によると、一日中晴れているはずだ。雨や雲の気配は見えない。それは素晴らしいニュースです。晴天なので、中断することなく野外活動を計画できます。絶対に、ジョン。太陽の光と新鮮な空気を楽しむ絶好の機会です。ハイキングに行こうと思っていました。晴れていればその体験はもっと楽しくなるだろう。ハイキングは素晴らしく聞こえるよ。ジョン。晴れた空は息を飲むような景色と快適なハイキング環境を提供します。確かに、アンナ。天気がアウトドア体験をいかに豊かにしてくれるかは驚くべきことです。絶対に。ハイキング、ピクニック、散歩など、晴天はアウトドアアドベンチャーに魔法のような雰囲気をもたらします。予報がはっきりしている中で、他にその日の予定はありますか？ヨガマットを外に持って行って、公園でヨガをしようと思いました。晴れていれば、穏やかで穏やかな雰囲気が醸し出されるだろう。それは素晴らしいアイデアのようだね。アナ。自然の中でのヨガは、信じられないほど若返り、心を落ち着かせることができます。これ以上同意できないわ、ジョン。新鮮な空気、自然環境、澄んだ空を組み合わせることで、心と体のつながりを深めることができます。屋外でのアクティビティに加えて、晴天時にはガーデニングをしたり、裏庭でリラックスしたりすることもできます。絶対に、ジョン。ガーデニングはセラピーにもなりますし、晴れた日には植物の世話をしたり、自然の美しさを楽しむ機会が得られます。天候が私たちの気分や選択する活動にどのように影響するかは驚くべきことです。確かに、ジョン。自然や自然とのつながりは深く、晴天は私たちにポジティブで気分を高揚させる経験を与えてくれます。さて、アンナ、明確な予測に感謝しています。それは私たちが一日を最大限に楽しむための可能性の世界を切り開いてくれます。絶対に、ジョン。この晴天を最大限に生かして、美しい思い出を作りましょう。澄み切った空とそれがもたらす喜びを祈ります。自然の美しさに感謝し、アウトドアを楽しむあらゆる機会をつかみますように。おめでとう、ジョン。晴天の素晴らしさに身を浸して、ほんの少しの瞬間に幸せを見つけましょう。絶対に、アンナ。晴天という贈り物を大切にし、それがもたらす自由と静けさを満喫しましょう。レッスン14、郷土料理を探る。旅行するときはいつでも、郷土料理を味わうのが大好きです。旅に独特の風味が加わります。今まで食べた中で一番ユニークな料理は何ですか？ああ、そこには美味しくてユニークな料理がたくさんあるよ、ジョン。中でも特に目立つのは、フィリピンの珍味であるバルートです。アヒルの受精卵で、内部に部分的に発達した胚が入っています。それは興味をそそられるね、アンナ。さまざまな文化に独自の料理があるのは興味深いことです。
絶対に、ジョン。地元の料理を探求することで、世界中の多様な料理の伝統を理解することができます。他の国のユニークな料理を試したことはありますか？はい、羊の心臓、肝臓、肺に玉ねぎ、スパイス、オート麦を混ぜた伝統的なスコットランド料理であるハギスも試しました。それはかなり冒険的だね。アンナ、特定の料理がその国の文化や歴史に深く根付いているなんて驚きです。確かに、ジョン。食べ物には物語を語り、ある場所や人々とつながる力があります。料理の旅で出会ったユニークな料理は他にありますか？私が試したもう一つの興味深い料理は、リュウゼツランの根から収穫されたアリの幼虫であるエスカモールでした。メキシコでは珍味とされています。うわ、それは間違いなく私が前に聞いたことがないものです。地元の食材と伝統が地域の料理をどのように形作っているかは魅力的です。絶対に、ジョン。郷土料理を探求することは、私たちの味覚を楽しませるだけでなく、文化の遺産に対する理解を深めることにもなります。アンナ、これ以上同意できない。現地のライフスタイルや伝統にどっぷり浸れる素晴らしい方法です。確かに、ジョン。食べ物は、その場所の心と魂を発見するための入り口になり得ます。さて、アンナ、さまざまな国のユニークな料理についての洞察に感謝しています。それは私の好奇心をさらに刺激しました。それを聞いて嬉しいよ。ジョン。地元の料理を探求することは、世界の豊かさを味わうための刺激的で美味しい方法です。食の探求の楽しさと、私たちを世界のさまざまな場所に連れて行ってくれる味をご紹介します。これからも郷土料理の多様性を味わい、感謝し続けてくださいますように。おめでとう、ジョン。一皿ずつ料理の冒険に出かけ、忘れられない美食の思い出を作りましょう。絶対に、アンナ、新しい味、食感、香りに心を開いて、地元料理を忘れられない旅行体験のガイドにしましょレッスン15、次の旅行先。来月旅行に行こうと思っています。新しい場所を探検するのが待ちきれません。あなたはどう、アンナ？ああ、私も旅行が大好きだよ、ジョン。来月、魅力的な海辺の街を訪れることを考えています。しばらくの間、私のやりたいことリストに載っていました。素晴らしいですね、アンナ。海辺の街には独特の魅力があり、リラックスできる雰囲気があります。その目的地を選んだ特別な理由はありますか？私はいつも穏やかな波の音と海岸の風景の美しさに惹かれてきました。海辺の静けさを体験したいです。信じられないほど平和そうだよ、アンナ。さまざまな目的地が多様な体験を提供し、私たちの好みにアピールしているのは驚くべきことです。絶対に、ジョン。新しい場所を探索することで、視野が広がり、世界に対する理解が深まります。海辺での休暇で何か特別なアクティビティやアトラクションを考えていることはありますか？ビーチ沿いを長く散歩したり、新鮮なシーフードを味わったり、素晴らしい夕日をカメラで撮影したりする予定です。リラクゼーションと探検の完璧な融合になるでしょう。楽しい旅程のようだね。アンナ。海辺の街の美しさを捉えて、
思い出に残る時間を過ごしていただければ幸いです。ありがとう、ジョン。本当に楽しみです。あなたはどう？検討している特定の目的地は？アンナ、私は山岳地帯に傾いている。ハイキングと息を飲むような風景に囲まれるのが大好きです。自然とのつながりを取り戻すのに最適な方法です。すごいね。ジョンさんはまた違った美しさや冒険シーンを与えてくれます。思い描いている特定のトレイルや山頂はありますか？見事な山頂へと続くチャレンジングなトレイルについて聞いたことがあります。このトレイルはパノラマの景色と達成感があることで知られています。それは爽快な経験のようだ。ジョン山頂までハイキングして息を飲むような景色を眺めるのは本当に特別なことです。絶対に、アンナ。自然の雄大さに囲まれてそこにいるような感覚は言葉では言い表せません。これ以上同意できないわ、ジョン。このような瞬間は、この惑星の素晴らしさを思い起こさせてくれます。さて、アンナ、私たち2人とも来月のエキサイティングな旅行計画があるようです。私たちの旅が、発見、喜び、そして忘れられない経験で満たされますように。確かに、ジョン。探検のスリルを味わって、訪れた場所で美しい思い出を作りましょう。おめでとう、ジョン。旅の魔法を受け入れる準備をして、心を開いてそれぞれの旅に出ましょう。絶対に、アンナ。新しい目的地に足を踏み入れながら、探検し、学び、成長する機会をつかみましょう。レッスン16、空港出発。フライトでバージンアトランティック航空に乗っています。アンナ、ゲート番号をたまたま知ってますか？確認させてくれ、ジョン。フライトはゲート23から出発します。空港の画面で直前に最新情報がないか忘れずにお確かめください。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。スムーズに出発できるように、ゲート番号を常に手元に用意しておくと良いでしょ絶対に、ジョン。ゲート番号を事前に知っておくと、時間を節約でき、空港内をより効率的にナビゲートできます。う。アンナ、今日も旅行するの？はい、別の航空会社を利用しています。搭乗券をチェックして、どのゲートに行けばいいか確認します。さまざまな航空会社や乗客が空港に集まるのを見るのはいつもワクワクします。まるで多様な旅のハブのようです。同意するよ。ジョン。空港には活気にあふれた雰囲気があって、それぞれに目的地や目的があって、様々な立場の人々が集まっています。それが旅行をとても魅力的なものにしているのです。異なる文化や背景を持つ人々とつながる機会です。絶対に、ジョン。それは私たちの視野を広げ、私たちの世界の広大さと多様性を思い出させてくれます。飛行機に搭乗して離陸する過程はとてもスリル満点です。新しい冒険の始まりです。これ以上同意できないわ、ジョン。席に落ち着いて離陸の準備をするにつれ、期待が高まる。そして空中に上がると、上からの素晴らしい景色と
2つの世界の間にぶら下がっているような感覚を楽しむことができます。本当にユニークな体験です。鳥の目から世界を見ることで、私たちは地球について違った見方をすることができます。アンナ、フライト中に思い出に残る体験をしたことはありますか？はい、フライトアテンダントがフライト中に小さなバースデーケーキで私を驚かせた時のことを覚えています。そのことがその旅を特別なものにしてくれました。素敵だよ。アナ航空会社が乗客に大切にされ、祝われていると感じてもらうためにさらに努力するのは心温まることです。本当にそうだ。ジョン。これらの小さなジェスチャーは大きな違いを生み、心に残る思い出を作ることができます。さて、アンナ、そろそろゲート23に行かないと。改めて、ゲート番号を教えてくれてありがとどういたしまして、ジョン。素晴らしいフライトをして、旅を楽しんでください。ボンボヤージュ。ありがとう、アナ。目的地がどこであれ、あなたにも安全な旅が送られます。次回まで。レッスン17、生産性の最大化。最近、自分のタスクを把握するのに苦労しています。やることがたくさんあるので、日々を最大限に生かしたいと思っています。わかるよ。ジョン。責任を果たし、時間を効果的に使うのは難しいかもしれません。まさに、アナ、達成すべきことから私を遠ざける要因がいつもあるような気がする。私にとってうまくいった戦略の一つは、やることリストを作成することです。整理された状態を保ち、タスクに優先順位をつけるのいいアイに役ディアだね。立ちます。アンナ、やってみるよ。取り組むべきことを明確にリストアップしておくと、方向性や集中力を得ることができます。絶対に、ジョン。もう一つのヒントは、大きなタスクを小さく管理しやすいタスクに分割することです。そうすることで、相手が圧倒されていると感じることが少なくなります。それがどのように役立つかがわかります。タスクが小さい方が、モチベーションを保ち、進捗状況を追跡しやすくなります。間違いない、ジョン。そして、各タスクに特定のタイムスロットを割り当てることを忘れないでください。体系的なスケジュールを作成するのに役立ち、先延ばしを防ぐことができます。アナ、特定のタスクにかかる時間を過小評価することがよくあり、そのせいで一日が無駄になります。現実的な時間枠を設定することは非常に重要です。絶対に。生産性を最大化するには、時間管理が重要です。時間をどのように配分するかを念頭に置き、不必要な時間の無駄な活動を避けることが重要です。そうだね、アンナ。もっと規律を保ち、ソーシャルメディアや過剰なマルチタスクのような注意散漫に巻き込まれないようにする必要があります。よくある課題だよ。ジョン。気を散らすものを最小限に抑え、集中力を維持するには自己鍛錬が必要ですが、生産性を向上させるには努力する価値があります。私は間違いなくそれに取り組みます。もう一つ聞いたことですが、仕事の合間に短い休憩をとって充電し、燃え尽き症候群を避けることです。素晴らしい提案だね、ジョン。私たちの脳は、一日を通して鋭さを保ち、生産性を維持するために、少し休む必要があります。絶対に、アンナ。仕事と休息の適切なバランスを見つけることがすべてです。質の高い休憩は、実際に私たちの全体的な効率を高めることができます。これ以上同意できないわ、ジョン。
そして、適切な睡眠、栄養、運動を通して自分の面倒を見ることの重要性を忘れないようにしましょう。全くその通りだよ。アンナ。幸福を優先すれば、私たちはより多くのエネルギーと集中力を得て、自分の仕事に効果的に取り組むことができます。さて、ジョン、時間管理を改善し、生産性を向上させ、日々を最大限に活用する必要があります。絶対に、アンナ、乾杯。これらの戦略を実行して、より生産的で充実した日常を作りましょう。レッスン18、空港でのナビゲーション。免税店を探してるんだ。どこにあるかわかるかい、アンナ？はい、ジョン。セキュリティチェックポイントのすぐ後の2階にあります。それは役に立ちます。アナ、私はいつもフライト前に免税店を見て回るのを楽しんでいます。化粧品や香水から電化製品やお土産まで品揃えが豊富です。必ずチェックしてみるよ。家族や友人へのプレゼントを買う絶好の機会です。絶対に、ジョン。免税ショッピングでは、通常の小売店よりもお求めやすい価格で商品を手に入れることができます。それはおまけです。高品質の製品を手に入れながら、いくらかお金を節約できます。間違いなく。特に海外旅行の場合は、免税品の許容量と制限を確認することを忘れないでください。そのことを覚えておくよ。アナ問題を避けるためには、税関の規制を遵守することが重要です。まさに。そして2階といえば、レストランやカフェもいくつかあります。それは知っておくと良いことです。フライト前に軽食を取るかもしれない。いい考えだね、ジョン。食事やコーヒーを楽しむと、待ち時間がもっと楽しくなる。絶対に、旅の前に座ってリラックスして美味しい食事を味わうのはいいことです。また、特定の食事の好みや制限がある場合は、利用可能なオプションについて必ずお問い合わせください。思い出させてくれてありがとう、アンナ。ベジタリアンやグルテンフリーのオプションについては、必ず聞いてみます。どういたしまして、ジョン空港で快適で楽しい体験をすることは重要です。間違いなく、空港は混雑していて混雑することがありますが、必要なアメニティがどこにあるかを知っていれば、より簡単になります。そうだね、ジョン。空港のレイアウトや施設を事前に把握しておくと、時間を節約し、ストレスを軽減できます。同意します、アナ。これにより、空港をより効率的にナビゲートし、旅を楽しむことに集中できます。絶対に。免税店やレストランは2階のセキュリティチェックポイントを過ぎたところにあることを覚えておきましょう。情報ありがとうございます、アンナ。ご協力に感謝します。常に十分な情報を得ておくのは良いことです。どういたしまして、ジョン免税店を見て回って、食事を楽しんで素敵な時間を過ごしてください。安全な旅を。ありがとう、アナ。空港での経験を最大限に生かします。次回まで。